ノマドスカルプトで作る携帯育成ゲームの作り方をご紹介します。字幕もありますのでご利用ください。このようなGIF画像の作成方法もご紹介します。デフォルトで入っている球体を左上のシーンから消去します。追加から球を追加。検証をタッチ。右視点にして青い丸を持って厚みを薄くします。正面に戻して左のバーの一番上のミラーをタッチ。メニューを開いて平面 X をタッチして解除、Z をタッチして有効にします。放射状の値を5にします。右上のボタンからドラッグをタッチ。球体の上部を上に伸ばします。5方向にミラーが働いているので星型になります。厚みを調節します。左下のボクセルをタッチ。150くらいにしてリメッシュ。右上のボタンからスムースを選んで全体を滑らかにします。左上のシーンから星をクローンで複製します。複製した星を少し小さいサイズにします。左下の X をタッチすると選択しているオブジェクト以外がスケルトンになります。ボタンを作ります。シーンから円柱を追加。太さ、高さを調節します。ボタンなので角度を変えます。左のバーのスナップを使うと角度を指定して回転できるので便利です。位置を調節します。ボタンはクローンで複製します。わかりやすいように左下のカラーで色をつけます。画面を作ります。シーンからボックスを追加。正面から見て画面の大きさになるようにします。シーンからボックスを選択したまま非表示に。外側の星をタッチしてブーリアンをします。ボックス部分が切り抜かれました。色をつけて分かりやすくします。さらに画面パーツを作ります。大きさ、薄さを調節します。外側の星と同じ高さになるくらいの位置に置きます。内側の星に画面が埋まったり、綺麗に内側が見えないところがあります。右上のボタンからフラットをタッチ。画面が埋まった箇所をフラットにして画面が見えるようにします。内側のパーツが足りないところはドラッグで引っ張ります。チェーンの穴を作ります。追加からトーラスを追加。ギズモを
をタッチして編集モードに水色の丸を持って太さを調節します。角度を変えます。位置を調節します。チェーンを作ります。球を追加。大きさと色を調節します。球を選択したままシーンから曲線を追加。ギズモをタッチして編集モードに少し広げて閉じていますをタッチ。数を増やします。位置を調節します。アンテナを作ります。円柱を追加。大きさと位置を調節します。アンテナの先を作ります。シーンから UV 球を追加。一定の密度をタッチして解除。X を6、Y を4にします。位置を調節します。それぞれのパーツに名前を付けて整理します。星の外側、チェーンの穴、アンテナをタッチして結合します。ボクセルを180くらいにしてリメッシュ。スムーズで滑らかにします。アイビスペイントでゲームの画面を作ります。プラスボタンから1対1のサイズを選びます。右上のボタンから対象定規を有効にします。右下のブラシからブラシを選びます。ドットを使います。検索マークからドットを調べることができます。絵が完成したら右下のレイヤーのメニュー、透過 PNG 保存をタッチ。ペイントをタッチ。右上のバーのストロークペイントをタッチ。バーの横の四角い箱をタッチ。読み込むから作成した画像を読み込みます。反映されました。右上のバーのストロークをタッチ。グラブ、動的な強度をタッチ。アルファをタッチ。サイズ調整でサイズが変更できますが、描いた絵が全て見えていません。スクエアをタッチして画面のボタンをタッチします。サイズ調整すると全部見えます。画面が荒いのでボクセルの数値を上げます。タッチしてドラッグすると絵を載せられます。一度戻ります。画面に色をつけます。
レイヤーを追加してもう一度絵をのせます。ブラシの大きさで絵の大きさが変わります。ボタンの色を決めます。本体の星をタッチ、マテリアルの屈折をタッチします。反射率、屈折率を0に、サーフェスも0に、内側ですりガラス風にできます。カラーからメタリックを追加します。アンテナの先も同様に色をつけます。本体にラメをつけます。ペイントをタッチ、右上のバーのアルファからこの模様を選びます。ストローク、グラブ動的な強度をタッチ。カラーから粗さとメタリックを 0.3 くらいにします。ミラーを Z、放射状母にします。ちょっとずつラメを描きます。ラメが描けたらレイヤーを追加、模様を描きます。ドロップのアイコンをタッチ、メタリック、序算をタッチ、ペイントのストロークをドットに、アルファを元に戻します。このまま模様を描いても本体と同じ表面になり見えにくいです。カラーのメタリックを下げて粗さを最大値にします。模様を描きます。表面の解像度が足りない場合はマルチレゾリューションで分割してください。裏にも模様を描きます。念のためフィルタの正面を向いている頂点のみにチェックを入れます。これをすれば裏側にペイントが映ることはありません。左上のバーの写真のアイコンをタッチ、背景の色を変えられます。太陽のアイコンから露出を変えられます。フォルダのアイコンから画像を保存します。自負画像を作ります。アイビスペイントで2枚の画像を作ります。バーナー工房さんのサイトで作ります。点滅間隔を 0.5 秒に2枚の画像を追加します。
保存します。